ナビゲーターさん、おはようございます。グロリア、こんなに早くどうしたんだ？ナビゲーターさん、今お時間はありますか？お前より遅く来たんだから忙しいわけじゃない。実はこの前皆さんから今日の朝テニスの練習をするらしいと耳にしたんです。へえ、それで？私もアマチュアでテニスをやってるってことを思い出したんですけど、ただもうずっとコートに立っていなくて、この活動がリハビリになるかもしれないと思って喜び勇んで申し込みました。でもその翌日、誰かは急な体調不良、また誰かは臨時の作戦や演習だとかで練習が取りやめになったんです。そうだったのか。ずいぶん急だな。でもその前にドロリース先輩がこう提案しました。人数が足りなくてチームが組めないのなら誰かに代わってもらえばいいって。それでここに来たんです。だからナビゲーターさんがお暇なら練習に付き合っていただけませんか？そうしてくれたらとても嬉しいです。そういや、急にチームを解消するってのもできすぎた話だな。グロリアを避けようとしてるのか？彼女が誰かと親しくしてるのは見たことがないもんな。グロリアは冷徹すぎるって誰かが言ってたな。この様子じゃ無理もない。見るからに近寄りがたいぞ。ナビゲーターさん、何か失礼なことを考えていませんか？ちょっとしたアドバイスを思いついただけさ。つまりだな、お前が誰かと協力したりチームで練習したりしたい時は冷たい表情はやめて、できるだけ親しみやすい笑顔を浮かべるんだ。そうすれば避けられることはない。その言い方がすでに失礼なのですけど、それにドロリース先輩とは仲良くやっていますから、指摘は的外れですよ。ドロリース以外とはどうなんだ？その本題に戻りませんか？とにかく俺はテニスなんてしばらくやってないしプロでもない。当てにしない方がいいぞ。できるのは基礎トレーニングの相手になることぐらいだ。それだけで十分です。準備をお願いしますね。また後で会いましょう。ナビゲーターさん、こっちです。今行く。では始めましょうか。ちょっと体を動かしてからにするよ。ストレッチとかのウォーミングアップだな。そんなのやったことがありません。なら俺一人でやる。1、2、1、2。そろそろいいですか？ああ、準備は OK だ。ではお相手願います。さあ
行きますよ。俺がナビゲーターだからって手加減してるのか？そんなことはありません。これならどうですか？お、燃えてきたな。バカ力に押されたままじゃまずい。なんとかしてパターンを変えさせないと。そういえばこのド直球はパワーこそあるが予測はちょろいな。グロリアの体力が尽きてきた頃合いを狙ってちょっとした変数を加えてやればいい。例えばグロリアから一番遠い場所にボールを飛ばしてやるとかな。疲れるまで翻弄してやればあっという間にボールを受けきれなくなるだろう。チャンスだ。ナビゲーターさん。なんだ？いいえ、何でもありません。もう一度サーブしますね。ナビゲーターさんの嘘つき。俺がどうかしたか？できるのは基礎トレーニングの相手になることくらいだなんて言って、これじゃまるっきりプロレベルじゃないですか。ちょっと悔しいけど私の負けみたいですね。アマチュアとしては自信があったのに練習で新人ライバルに一泡吹かされるなんて。ナビゲーターさんに練習の相手をしてもらえばいいって言ったドロリース先輩の言葉は正しかったみたいですね。そんなに真剣に考える必要はない。もっと肩の力を抜いてくれ。そしたらあっという間に負けちゃうんじゃないですか？お前は勝ちたいという意志が強すぎる。試合じゃなくてただの練習だろ。プロセスも目的も重視する部分も全然違う。それならどうしたら？誰かを相手に練習するときは状況に応じて集中的に鍛えるといいんじゃないかな。例えば？一つずつ話そう。はい。まずサーブのパワーは十分だが角度をもっと調整してみてもいいかもしれない。そうすれば相手を圧倒できる。それからわかりません。うまくやろうとすればするほど緊張してしまうもんさ。でもまずは球筋を変えてみたらどうだ？わからないところでもあったか？ナビゲーターさんの解説が
だんだん難しくなって、私にはついていけない気がしてきました。ならもっと噛み砕いて話そうか。差し支えなければこちらに来て手を取って教えていただけませんか？お手を煩わせてしまうでしょうか？いや、大したことじゃない。どうかしたか？続けてください。よし、俺のアドバイス通りにやってみてくれ。肩の力を抜いて呼吸を整えるんだ。必ずボールを受けようと思わなくていい。力を込める前にボールがどこからネットを越えてくるか、相手コートのどこに落とすか想像するんだ。俺が左前方に立ってるとしたら、お前は俺の対角線の反対側に向かってリターンすればいい。相手は意表をつかれる。分かったらもう一度だ。やるじゃないか。あとはその感覚を忘れずに相手のボールを打ち返せばいい。ご指導ありがとうございます。もう何セットかやってみよう。しまった。大丈夫か？急に足がつってちょっとひねってしまいました。大丈夫です。少し休めば良くなります。動くな。医者を呼んでくるからここで座っててくれ。今からお医者さんを呼びに行ったら遅くなりますよ。なら俺が支えてやるから部屋に戻ろう。引き出しに薬があるから応急処置ならできる。はい。痛かったか？いいえ、急だったのと初めての感覚だったので。ならまずは慣れることからだ。それから今度激しいスポーツをするときは前もってウォーミングアップをするんだな。ナビゲーターさんの言葉に背いてまたこんなことが起きたらすぐに来てくれますか？どんな困難があってもお前のそばにいると答えたいところだが、甘やかすつもりはないから今は何も言わないでおこう。そうですか。ああ、
この年になってこんな風に誰かに触れられたことはありませんでした。自分でやっても構わない。一人でもできるからな。いいえ、この感じも悪くないものですね。それどころか心が安らぎます。それに私も確かめられてよかったです。何をだ？ナビゲーターさんの話になると先輩たちがよく言っていたんです。とても優しくて分け隔てなく接してくれるって。その評判は本当だったみたいですね。当然のことをしただけさ。ナビゲーターさんはいつも冷静ですね。なら衝撃的な話が聞きたいか？何を言うつもりなんですか？よく休んでくれ。しばらくは訓練もしなくていい。そうですか。わかりました。なんだ？また改めてお礼をさせてください。気にするな。当たり前のことをしただけだ。あと私が練習したい気分の時にお互い時間が合えば同じように練習に付き合ってほしいんです。アマチュアなのに随分熱心なんだな。某麻雀漫画のヒロインが麻雀なんて全然好きじゃないというようなものか。それだけではありませんけど。え？おっしゃる通りです。実は私この手のスポーツがあまり好きとは言えません。ならどうしてそんなに努力するんだ？そうしなければならないから。目標を達成するのが目標です。勝つために勝つという本能が動機の大半ですね。やらなければならない理由、勝たなければならない理由についてはちゃんと考えたことがありません。ならゆっくり考えればいい。前に言ったように時には考えるプロセスが必要だ。そこで生じた変数はボールの球筋みたいに知らず知らず結果に影響するのかもしれないな。一番重要なのは勝者であれ敗者であれ自分を顧みる気持ちさえあれば成長し続けることができる。勝敗なんて一時のことだが成長プロセスは成果として永遠に残る。ナビゲーターさんがどうしてそんなことを言うのかよくわかりません。でもたまに負けるのも悪くありませんね。敗者だけがナビゲーターさんの背中を感じられるんですから。くすぐったいんだが今度いたずらしたら置いていくぞ。本当に？さっきどんな困難があってもいつもそばにいるって言ってくれましたよね。まあそんなことも言ったような。怪我人の私を放り出して帰るのはまずいのではありませんか？なら夜までずっと背負っててやろうか。そうできれば一番いいんですけどね。けどお前の体重がな。失礼ですね。これでも私結構運動しているんですよ。じゃあ行くか。ええ。
ナビゲーターさんにこんなことまでお願いするなんて、私ったら良くないですね。ええ、そうです。足のその部分です。いえ、痛くないです。大丈夫。我慢できます。冷た。続けてください。この程度の痛み、練習中の怪我に比べたら、何でもありません。水は冷たいのに、ナビゲーターさんの手は、温かいです。ナビゲーターさんの手は優しくて、温かくて、こんな風に人に触られるのは、初めてです。もう終わりですか？もう少し続くと思っていました。ナビゲーターさん、手慣れてらっしゃいますね。こういうこと、よくやるんですか？違うんです。ナビゲーターさんを問い詰めたいんじゃなくて、ただ、ちょっと気になって。そうですか。やっぱり、ナビゲーターさんは誰にでも優しいんですね。ちょっとだけ、トロリーズ先輩たちに嫉妬しちゃいます。もし、もっと早く出会えていたら、私は、ナビゲーターさんの大切な人になれていたでしょうか。ナビゲーターさんの理解者に、あなたの唯一の理解者になれたら、どんなに良かったでしょう。ごめんなさい。突然変なことを言って、困らせてしまいましたよね。ちょっとだけ、足が痛くて、それで変なことを言ってしまっただけなんです。もし、また怪我をしたら、今回みたいに、ナビゲーターさんが手当てしてくれますか？私は、ナビゲーターさんに会うために、わざと怪我をするような、バカなことはしませんよ。今、うなずいたのは、同意してくれたということですか？約束ですよ。次に怪我をしたら、今日みたいに、ナビゲーターさんのところへ行きますからね。嘘をついちゃ嫌ですよ。